皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は視聴者様からリクエストをいただいた20代や若手人材の採用支援で強みを発揮している学上の典型を行っていきます。若手の人手不足が叫ばれる今の時代、社会のど真ん中で必要とされている銘柄ですね。しっかりと中身を確認していきましょう。本日も最後までご安全に。まずは初動点検です。のんびり点検シートから見ていきます。配当利回りは 4.7% と基準を大きくクリアしています。合格です。 ROE12.9% を記録しており合格です。自己資本比率なんと 91.2% という極めて高水準です。合格です。配当成功直近実績で 47.9% と無理のない範囲に収まっています。合格です。すべての項目が合格となりました。基礎体力はかなりしっかりしている銘柄だと言えますね。次に事業内容の点検です。この会社がどうやって利益を稼ぎ出しているのか、その柱を見ていきます。売上の内訳を見ると、新卒採用集合品が52億円で全体の 47.0%、 中途採用商品が41億円で 37.4% を占めています。出会いの場を提供する掲載料や出店料、そして入社時の成功報酬で稼ぐビジネスモデルです。ここで少子化で若者が減っているのに若手特化だと成長性がないんじゃないと思う方もいるかもしれません。しかし実はその若手不足こそが学上の最大の追い風なんです。理由は3つあります。1つ目は若手が減って新卒が取れないからこそ、企業は第二新卒や20代の中途採用に必死になり獲得競争が激化していること。2つ目は終身雇用が崩れ、25から34歳の5人に1人が転職を希望するなど若者自身の転職意向が高まっていること。3つ目は20代だけでなく30代向けの RE 就活30などを立ち上げ、ターゲット層をしっかり拡張していることです。ピンチをチャンスに変える非常に力強いビジネスモデルですね。続いて業績の軌跡点検です。過去5年間の業績のトレンドを確認します。売上高は2021年10月の62億円から2025年10月には110億円へと見事な右肩上がりの成長を見せています。一方で営業利益は2024年10月に27億円と過去最高を記録したものの、2025年10月は23億円と少し足踏みしました。これは決して仕事が減ったわけではなく、将来もっと大きな仕事を受けるためにテレビ CM などの広告宣伝やシステムの開発に積極的に先行投資を行ったためです。つまり目先の利益を削ってでも未来の成長という種まきをしっかり行っている、とても前向きなトレンドだと言えます。次に財務の深掘り点検です。最新の第1四半期時点で会社の総資産は153億円。そのうち会社の貯金である現金、現預金が44億円もあります。対して銀行からの借金である有利子負債は0円。つまり完全な無借金経営です。さらに会社の倒産しにくさを示す自己資本比率は 91.2% と、まるで頑丈な鉄筋コンクリートで建てられたようなびくともしない強固な財務基盤を持っています。これだけ手元に現金があれば、もし急な不況の波が来てもどっしりと構えていられますね。次に還元姿勢の点検です。株主への還元姿勢も見ていきましょう。1株当たりの配当金は2021年の37円から年々着実に増え続け、2025年は67円、そして来期2026年予想は75円と見事な6期連続の増配を見込んでいます。会社は配当成功40から 50% を維持し、業績拡大により全体額を増額すると明言しており、稼いだ利益をしっかり株主に還元する姿勢が伺えます。潤沢な自己資本を背景に成長投資と株主還元の両立が期待できる頼もしい方針ですね。続いて直近決算と将来目標です。それでは直近の決算を確認します。2026年1月の第1四半期は売上高が 13.6 億円、前年同期比 5.5% 減、営業利益はマイナス 6.9 億円の赤字となりました。赤字と聞いてヒヤッとしたかもしれませんが、これは
企業の採用活動が早期化して年末年始が閑散期になったことや、テレビ CM などの先行投資をこの時期に集中的に行ったことが原因です。実際、現場の受注高は12月に過去最高を記録しており、通期の予想では売上高133億円、前期比 20.7% 増、営業利益 32.5 億円、同 39.3% 増と力強い増収増益を見込んでいます。次にチャートと需給点検です。現在の株価は1596円付近で推移しており、足元では1580円の年初来安値を更新するなど少し弱い動きが続いています。 PER は 8.6 倍、 PBR は 1.5 倍と、これだけの好財務と成長期待を考えると割安感が強まってきている水準です。ただし信用倍率が 4.71 倍と少し改ざんが溜まっているため、上値が重くなりやすい点には注意が必要です。最後に結論、のんびりの判定です。学上は強固な財務基盤と時代の追い風に乗る事業モデルを持った素晴らしい優良銘柄です。中長期的な成長シナリオは崩れていません。投資戦略として指値の目安は1500円付近と考えます。理由は予想配当金75円に対してこのラインがちょうど配当利回り 5% に乗る大台だからです。高配当株投資において利回り 5% は強烈な心理的節目であり、下値の強力な防波堤になりやすいと考えます。短期的にはずるずると1500円を割ってくるリスクも十分にあります。ですので1500円で一気に全突破するのではなく、そこを打診買いの目安とし、分割して安全に拾っていくのが良いと判断します。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。